皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は多くの人が関心を寄せている食糧危機について取り上げていきたいと思います。 SNS 上では食糧危機について意見が大きく2つに分かれているだけでなく、対立とも言えるくらいに激しさを増しているように感じます。このことは2020年に世界を混乱に招いたあの病でのあれの実行の是非や口当てをするしないで対立した構造に似ているのではないでしょうか。なぜ食料備蓄をすることに関して過剰とも言える拒絶反応をするのか分かりませんが、今の日本が置かれている状況はいかに危機的な状況に立たされているかを、2008年に起きた食料危機を振り返りながら、日本の現状とこれからの日本の食料安全保障を考えていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、皆さんは今現在世界中でどれだけの人が食糧危機に陥り、飢えに直面しているかご存知でしょうか。世界から貧困や飢餓をなくそうと国連機関は声高に叫んでいますが、それらは改善されるどころか史上最悪の状況になってきています。それは2023年7月に国連機関が発表した数字に表れており、世界の食料安全保障と栄養の現状という報告書で発表されています。その最新報告書によると、あの病の蔓延前の2019年には飢餓人口は6億1300万人であったのに対し、この資料に書かれている最新のデータとは2022年だと思いますが、なんと7億3500万人にまで増えています。統計によっては8億人以上であるという説もあります。その増加人数は1億2200万人ということで、ほぼ日本の総人口くらいの人が新たに飢餓に陥っているということになります。このような数字を並べてもいまいち自分ごとにはならないし、実感が湧かないと思います。一方ではフードロスという食べずにそのまま廃棄している食料問題もよく話題になっていますよね。消費者庁のホームページを見てみると、今現在の日本のフードロスの量が公表されています。その量は年間523万トンなのだそうです。この量が多いのか少ないのか分かりませんが、2021年に世界中の飢餓に苦しむ人々に向けて実施された食料支援量と比較してみるとびっくりします。なんとその食料支援量は年間約440万トンだったそうです。実に日本のフードロス量はその 1.2 倍に相当するのだそうです。国民1人当たりのフードロスを計算すると、1人毎日お茶碗1杯分、約 114g のご飯を捨てていることに相当するのだそうです。つまり世界で起きている深刻な食料危機や飢餓は、地球規模で見たら十分食料はあるのに必要なところに届けられていないことで起きているという言い方もできると思います。その結果起きていることというのは、国連食糧農業機関などの発表によりますと、5歳未満の子どもが栄養失調で命を落とす人数は年間約300万人なのだそうです。ざっくり1日あたり1万人弱が食べるものも食べられず命を落としているのが現状なのです。先ほど言ったように地球規模で考えると、食糧危機というのは食料供給のアンバランスで起きていると言えます。さらに突き詰めれば、世界中から集まる支援金を着服している悪い輩や勢力があるので、問題はより深刻になっているのですが、その話は別の機会にするとして、では日本は安全なのかということになります。今この瞬間で言えば、日本では24時間いつでもコンビニに行けば食べ物を手に入れることができます。それをもって食料安全保障など考える必要はないと言えるのでしょうか。私は全くそのような考え方は理解できません。突き詰めればどのように考えるかは個人の自由なので勝手にすればいいと思いますが、家族を守るべき立場の人の考え方によって、その家族や子供なども運命を共にすることになってしまいます。食糧危機など起きてほしいと願う人などはほとんどいないと思いますが、今の世界情勢、今の日本の食糧事情、日本は自然災害国であることなどもろもろを考えたときに、絶対に食糧危機など起きないと言えるのだろうかと思います。このチャンネルでは一貫して自分や家族の身を守るために真実を知って対策するというスタンスをとっており、多くの動画を作成してきました。その中でグローバリズムという概念やグローバリストという国際金融資本家たちの思考や、今リアルに取り組んでいることなどの情報を提供してきましたが、食糧危機とグローバル化を合わせて考えたときに、改めて日本が置かれている状況に危機感を覚えると思います。どういうことかと言いますと、そもそもグローバル化というのは、人、物、金、情報が国や地域を超えて世界規模で結びつき、世界の一体化が進むことを表しています。
グローバリストたちはこのように世界を一つにして世界平和を実現するというようなプロパガンダを行い、世界中がその渦に巻き込まれています。この状況がいかに恐ろしいことになるかということに気がついた人たちが増えてきたことは多少の救いだと思いますが、すでに時遅しという感も否めません。少し例を挙げてみます。記憶に新しいもので言うと、マクドナルドのポテトの販売休止ということがありました。これは病蔓延の影響で世界的に物流網が混乱したことに加えて、ジャガイモの輸送経由地となっているカナダの港の近くで大規模な水害が発生したために輸入が遅れたことが原因で起きました。このように一つ、もしくは複数のマイナス要因によって海外で起こったトラブルが間接的に日本にも影響を及ぼすようになりました。これがグローバル化による恐ろしい側面なのです。そしてさらに恐ろしいことに、食料安全保障において日本は世界でもトップクラスのグローバル化を成し遂げた国だということができます。これが何を意味しているのかということをよく理解しておく必要がありそうです。そのことを考える上で良い実例があります。それは2008年に世界中を襲った食糧危機についてです。これはアメの国が主導して進めた食のグローバル化によって引き起こされたと言っていいものでした。何が起きたのかというと、アメの国はご存知の通り自国の農作物の関税を他国に対して下げるよう圧力をかけてきますが、それは日本だけでなく世界中に対してと言っていいほど行っています。関税を下げさせ貿易障壁をなきものにするというのはグローバル化そのものとなります。そんなことをすると自国の産業はかなり厳しい競争にさらされ崩壊しかねないため、どの国も慎重になります。それでもご利用しすることでアメの国の言いなりにさせるわけですが、農作物に至ってはその国の主食である米などの生産減少につながった国も出ていました。2008年の世界的な食糧危機にまで発展した原因は、アメの国が自国の輸出品であるトウモロコシをより高く売りつけようと考えた時に、当時頻発していた国際的な良くない事件や原油高騰が相次いでいたところに目をつけ、アメリカは原油の中東依存を低くしてエネルギー自給率を向上させる必要があると騒ぎ出し、トウモロコシをはじめとするバイオ燃料推進政策を開始したのです。そうなるとトウモロコシの需要が一気に高まることになり、結果的に穀物価格の吊り上げに成功したということがありました。ところが、そのトウモロコシ価格の高騰によって日本の畜産業も飼料の原価が上がってしまい厳しいことになりましたが、トウモロコシを主食とするメキシコなどでは庶民が買いたくても買えないというくらいに物価が上がってしまい、暴動が起きるほどの非常事態にまで発展したのでした。そしてこの影響は他の穀物価格にも影響を及ぼしていきました。それは米、小麦、大豆にも及び、本来は米の有数の生産国でありながら、アメの国が強行した関税削減を進めて輸入を促進したために、米生産が縮小してしまっていたハイチやフィリピンなどの発展途上国では主食が手に入らなくなり、命を落とす者が出るような騒ぎが起きたのです。2008年の食糧危機が起きた背景には干ばつによる不作もあるのですが、それよりも大きな影響を及ぼしたのはアメの国の食糧戦略によるものとする分析が主流となっているそうです。自国の農業が衰退させられた後の穀物価格の上昇で庶民は主食の米や小麦が買えない状態になったのですが、その時に穀物の輸出をしていた国が取った行動が重要です。価格高騰に巻き込まれると自国の物価も上がってしまうということで、食料の輸出規制をする国が出たのです。これはあの病の蔓延時にも起きたことは記憶に新しいところです。つまりグローバル化が進んでいる今の状況で、何かの原因によって穀物価格が上がった場合、他の輸出国は輸出制限を行って自国経済を守る動きに出ます。食料を輸入に頼っていた国は高くて買えないというパターンの食料危機が起きるということになります。そして今 EV 電気自動車が世界を席巻する勢いに陰りが出ていることはご存知だと思いますが、 EU は2035年以降はガソリンエンジン車の販売を禁止するという方針を出していたにもかかわらず、つい先日それを事実上撤廃しました。そしてバイオエネルギーを導入する方向に舵を切ったことが発表されました。バイオエネルギーはいろいろ種類がありますが、その一つにトウモロコシを主原料としたものもあり、また穀物価格が上がる可能性があるのではないかとゾッとしてしまいました。このようにグローバル化の恐ろしさというのはドミノ倒しになるという危険を含んでいるのです。しかも一度始まったらあっという間に世界中に広がります。金融セクターでも同様です。今回取り上げた食料安全保障に関してのグローバル化の恐ろしいところは、異常気象が引き金となっても起きてしまうところにあるのです。実はそれがグローバリスト、
つまりろくでもない輩たちの狙いでもありますから、問題の本質を見抜く必要があると思います。そうでないと、エネルギーだけでなく食料までも兵器として利用できるということになってしまうのです。そういう意味で今現在の日本はかなり危機的状況にあるという意識をより一層強く自覚する必要があります。いかがだったでしょうか。食料危機というのは地球上からなくなってしまうことで起きるわけではなく、目の前にあっても高くて買えないことでも起きますし、物流危機などで食料が運ばれなくても起きます。もちろん地球上のどこかで異常気象によって不作になっても起きてしまうのです。そのように考えると、自分の目の前から食料がなくなるという状況がどのように起きるかを自分の住んでいる環境で考えなければ意味のある対策にはならないと思います。高層タワマンにお住まいの人と郊外の戸建てに住んでいる人とでは向き合わなければならないリスクは全くと言っていいほど違います。老婆心ながら思うのは、都市部のタワマンに住んでいる人はかなり徹底した対策をしておかないと取り返しがつかないことになると思います。今頻繁に震度5クラスの地震が起きていますが、想定される大地震が起きた時には道路の損傷が激しく、トラックなどの運送車両が通行できなくなることが予想されます。ですから都市部には水や食料が入ってこないと覚悟した方がいいと思います。物流が麻痺する期間はどのくらいなのかは全く予想できませんが、能登半島地震で発生から4ヶ月経っても水道が復旧していない地域もあると聞いております。山間部の被災地においては全く手つかずのままのところもあるといいます。誰かが自分の希望通りにお膳立てしてくれるという甘い考えは捨てなければいけません。国民が万が一の備えをすることで、国や自治体も復旧活動に力を注げるというものです。食料備蓄のことや高層マンションに関する情報は以前の動画でも何本かにわたって言及していますので、ぜひご覧ください。この動画をこの時点までご視聴いただいた方は意識の高い方だと思います。誰が何と言おうと万が一の備えはしておかなければいけないと思います。ぜひ共に大事な人を守るためすべきことをしていきましょう。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。またコメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。